作りたいものがいろいろと溜まってきました。少しずつ一つずつ作っていこうと思います。型紙を作っておいたブラウスとスカート、生地も用意できてるし、これから行きますかね。それとも椅子カバーにしましょうか。これを作ってから7年ぐらいは経ってるかな。だいぶ日に焼けたし、汚れもちょっと目立ってきましたね。だけどこれにしようと思える生地にまだ出会えてないんですよ。この椅子とこの部屋にぴったりの布に出会えるまでもう少し待ってましょうかね。長年使ってるバッグとポーチ、まだまだ使えそうな気がしてたけど、よく見るとだいぶ傷んでますね。特にポーチはね、どこに行くのも一緒で布が擦り切れてます。ここまで使い倒してるのは使い勝手が良くて必要なものがしっかり入るこのサイズが私にぴったりだから。本当にちょうどいいサイズのものってお店で探してもなかなか見つからないんですよね。お裁縫をしてるともう服は作れないなっていうぐらいの大きさの布が溜まっていくんですよ。溜まりゆく端切れを眺めてふーっとため息なんてついたりしてね。溜まった端切れの中から小物作りぴったりの生地が見つかるとじわっと嬉しい。ポーチはどんな生地で作りましょうかね。そんなことを考えながらご飯の支度です。暑くなると食べたくなるスパイスカレー。まずはナンを仕込もうかな。バター以外の材料をボウルにどんどん入れていきますよ。夏だから水の温度は気にしなくて大丈夫。適当でいいんです。ヨーグルトは冷蔵庫から出しておいたけどまだちょっとひんやりしてますね。こねてるうちに温度が上がってくるから気にしないでいきましょう。5分ぐらいこねて材料が全体に混ざったなと感じたらバターを入れますよ。そのままだと混ざりにくいから生地を切って断面からバターを入れ込んでいく作戦。あっという間にまとまった素直な生地です。発酵させましょう。普通のパンは2回発酵させるけど、ナンの発酵は1回だけだから気軽です。邪魔にならないところに置いておいてカレーを作ります。確か鶏肉があったような。そっか、昨日使っちゃったんだった。こういう時は冷凍シーフードの出番です。市販のルーは使わずにスパイスを潰しますよ。パウダーのスパイスでもいいんですけどね。時間があればホールを潰しましょう。すごくいい香り。玉ねぎみじん切り、
生姜もみじん切り、にんにくもですね。スパイスと一緒に炒めましょう。玉ねぎが飴色になるまで炒める？それは大変すぎるから、そこまでは望まずに適度な炒め加減でいいですよ。例えば炒めながらトマトを切ってみたり、シーフードに小麦粉をまぶしてみたり、そんな感じで他の材料の下ごしらえをしながらね。飴色にはなってないけどトマト入れちゃいます。お水、ヨーグルト、解凍したエビ。カレーの具はこれで全部なんだけど、もっと野菜を食べたいよね。赤いパプリカをトースターで焼いておきますかね。カレーの味を見て、何かが足りない。ジャムを入れよう。柑橘類とかリンゴとかのジャムがおすすめです。いちごやブルーベリーのジャムは入れたことがないんです。カレーに合いますかね。使ったことがある方、教えてもらえると嬉しいです。もうちょっと辛くてもいいかな。ガラムマサラ、チリパウダー、一味や七味唐辛子、どれでも使えますよ。ナンを焼こう。カレーを作ってる間に発酵してました。夏は便利ですね。2つに分けて可愛く丸める。丸じゃなくて三角っぽく伸ばすナン。インドカレー屋さんでこんな風に伸ばしてるのを見てからずっと真似してます。楽しいですよ。油は引かずにシンプルに焼くだけ。焦げた？焦げた。焦げちゃいました。失敗。残念。火が強すぎましたね。ちょっと焦げちゃったね。2枚目は成功。自家製のナンとスパイスカレー。いただきます。熱い。予想以上にふっくらしてて美味しいナン。スパイスとジャムのおかげですかね。カレーも予想以上に奥深い味。上手にできました。2羽の小鳥は飾りじゃなくて手作りの鍋つかみなんです。キッチンで毎日活躍してくれてます。まあそれはさておき、ずっと気になってたのはこっち。庭のローズマリーをカットして水に挿しておきました。根が伸びてますね。元気です。何週間か前にまいた種も芽が出て、双葉からそろそろ本葉が出てきましたよ。ヘチマ、ミニヒマワリ、フェンネル、バタフライピー。なんでですかね。バジルはなかなか大きくならない。これからでしょうか。
ローズマリーは娘にあげるために増やしてますよ。娘家族の新居の庭を見て、ローズマリーが植わってたら素敵だなぁと思ったんです。一年中緑だし、花も咲くし、料理にも使えますからね。苗を広い畑に植え替えよう。と言っても我が家の畑はリンゴ箱です。ちょっと早かったかな。小さすぎる苗。きっとのびのび育ってくれますよね。ミニヒマワリは庭に地植えしたいんだけど、毎年何かに食べられちゃうんですよ。犯人はバッタですかね。鉢植えにして花が咲いたら玄関に飾ります。ヘチマはいい感じに成長したから、いつものように地植えにしましょう。グリーンカーテンになってくれるし、黄色い花が咲いて実もなりますからね。実はヘチマたわしにして台所やお風呂場で使うんです。便利なんですよ。とウキウキしながら植えたんですけどね。1時間もしないうちにヘチマの苗がダンゴムシに襲われるとは、この時の私はまだ知りません。オフ会の参加者からいただいたハーブとイチゴの苗もちゃんと植えましょう。玄関脇の植え込みの大好きな青い花、なんていう花なんですかね。もうすぐカサブランカが咲きそうです。夏の花ポーチュラカも元気ですよ。切り落とした穂先を土に挿したのは2週間前。花畑になるのは真夏ですかね。ポーチの型紙を作りましょう。形が似ているポーチの型紙を元にして作りたいサイズに書き換えます。エプロンを作った時の布が残ってるからこれを使おう。植物を育てるようになってからボタニカル柄が大好きになりましたよ。昔は幾何学柄とか直線的な模様が好きだったんですけどね。植物を相手にしてると気持ちも丸くなっていくんですかね。裏地はどれにしましょうか。迷いますね。小物作りは広いテーブルがなくても大丈夫。服だとそうはいかないんですけどね。小物はすごく気楽に作れます。エプロンの紐と同じグレーのラインを入れてみよう。中表にファスナーをつける。そして中表にして裏地をつける。
表になる方の際にステッチを入れる。そしてファスナーの反対側も同じように中表で縫っていく。頭の中がこんがらがってきました。完成したわけじゃないけど、一旦ひっくり返して表地と裏地とファスナーの向きが合ってるのか確かめてます。よかった、間違えてない。ほっとしました。さあ脇を縫いましょう。でもこのまま縫っちゃダメなんですよね。あと脇を縫う。表地は表地、裏地は裏地で別々に脇を縫わないとね。返し口を開けておくのを忘れちゃいけない。バッグを作った時に忘れて縫い直したからもう忘れません。失敗も無駄じゃないですよね。手順、段取り、先を見通す力、お料理もお裁縫も DIY もちょうどいい頭の運動です。もうすぐ完成ですよ。間違えずに縫えたかな。裏返す瞬間が一番ワクワクする瞬間。かわいい。生まれた。ポーチが生まれた。無事に生まれました。必要なものが全部入ってどこに行くにも一緒。何の変哲もないポーチだけど、私にとっては大切な手作りのポーチなんです。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録も